ちは。今日は神戸もすごい雨なんですけど、皆さんのお住まいのところはいかがでしょうか。こんな天気でなかなか撮影に行けないっていう方も多いと思いますので、今日はですね、この3台今年全て出たアクションカメラなんですけど、 GoPro Hero 13、それから Insta360S Pro 2、そして DJI Osmo Action 5 Pro なんですけど、この映像全てサイドバイサイドで並べて比較映像としてお見せしたいと思います。であえて先入観をなくすために、どの映像がどのカメラなのかとか、どんな設定なのかっていうのも表記しないでおきたいと思います。で今回は全て日中の映像になります。明るい時の映像になります。で、全部で13個の映像を用意しましたので、もしよかったら皆さん紙とペンを用意していただいて、こんな感じで見えますか。番号1番から13とか書いていただいて、どのカメラかっていうのも書いていただいて、例えば1番の映像、一番右は GoPro だよ、真ん中は S Pro だったなとか、そんな感じでメモしておいていただければ、最後にちょっと答え合わせをしたいと思いますので、答え合わせ楽しんでいただけるかと思います。もしくは1番の映像は真ん中が一番綺麗だったなとか、2番は一番右が好みだなとか、自分の好みな映像、自分の好みとか、一番綺麗だと思った映像をメモしておいていただくのもいいかもしれません。で最後に答え合わせの時に、自分が一番どのカメラの映像を気に入ったかっていうのが多分そこで分かりますので、カメラ選びの参考にもしていただけると思います。で今回の映像、基本的にはこの3台全部 4K で撮影をしたんですが、後半実はちょっと雨の中撮影に行ったんですけど、その映像に関してはこの2台はこういう感じで縦で撮影をしました。で GoPro は8対7という、正方形に近い映像を撮っておいて 5.3K の8対7なんですけど、それで両側をカットしたものになっています。その3つを並べてお見せしたいと思います。じゃあ紙とペンの用意はよろしいでしょうか。もしくはスマホにちょっとメモしておいていただくのもいいかと思うんですけど、じゃあまた後半で答え合わせの時にお会いしたいと思います。では今から映像を流しますのでご覧ください。どうぞ。S Pro 2メガで歪まない画角です。歪まない最高に広い画角、手ブレ補正オンです。GoPro はリニアです。リニアで撮っています。めちゃめちゃ降ってます。これレンズの撥水性とかも試されますね。おー、すごいすごいです。えらいことになってます。やばい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 。
やばい。えらいことになってるで。どういうことになってるで。どういうことになってるで、こんな。これで下が入ったら嫌がられるから。びしょびしょなんですけど、バックパネルの操作具合、まあこんな感じですね。オズモアクションはどうでしょうか。まあ普通に反応してますね。で、これエスプロなんですけど、まあ悪くない。お、こんなの走ってる変わった人たちがいます。彼がちょっとアクションカメラが必要なんじゃないでしょうか。ちょっと走ってみましょうか。GoPro はですね、とにかくレンズの水滴の撥水性がすごい。さあいかがだったでしょうか。今からちょっと答え合わせをしたいと思いますが、まず1番の映像はこちらですね。この通りです。一番左が Osmo Action 5 Pro、真ん中が GoPro Hero 13、一番右が Insta360 Ace Pro です。色の違いとかもあって面白いですよね。2番目の映像はこうですね。一番歪みにくい、歪まないモードで撮影をしましたが、やっぱり Ace Pro 2のメガという画角が一番広く映ってますよね。GoPro はリニアで Osmo Action 5 Pro は標準で撮っています。これはですね、どうでしょうか。違う天気じゃないかと思うぐらい色合いが違ってますが、全く同じ時に同じようにカメラを動かしています。すべて HDR モードで撮影をしています。GoPro も HDR になっています。こちらもですね、歪みにくい映像にしてますので、ビルなども比較的まっすぐ上に向かって伸びていると思います。芝生の色も違いますよね。空の色も違いますね。と解像感とかもね、どうでしょうか。どれが皆さんお好みでしょうか。今度手ブレ補正の違いも見ていただけるかと思うんですが、色合いとか逆光時のこのフレアとかも見れましたね。
ちょっと外れちゃってますけど、違いますね。結構ね、面白いですね。今度車窓というか車に乗りながらの映像なんですが、赤の発色とかもね違いますよね。空に対する赤のこの映え方も違いますね。画角も結構違いますね。これも一番歪まないモードで撮影をしていると思います。でここからはですね、雨の中ちょっとね撮影に行った時の映像になります。どうでしょうか。雨がいっぱい降ってるのがよく見えます。日中なんですけど若干暗いので暗部の映りなんかも見ていただけるかと思います。ノイズとかもね見えるかと思いますが、どうでしょうか。アクションカメラなので、もちろん雨の中とか水の中、海辺、川辺、池、湖などで撮影に使われる方もいらっしゃると思うんですけど、水滴がレンズに残ったまんまになると結構映像って台無しになってしまうんですが、そういった挙動というか、水滴がいっぱいついた時にどういう映りになるかとか、水滴が取れやすいかとか、そういったのもちょっと見ていただけるかと思います。ますます雨がひどくなってきています。一番右が Ace Pro 2ですね。真ん中が Osmo Action 5 Pro、 一番左が GoPro Hero 13です。かなりひどい雨の中を、30分ぐらいは 4K で撮影したりしてたんですけど、 Ace Pro 2どうもレンズの中が曇るっていうコメントをいただいたんですが、私のカメラでは一切そういうことも発生せず、今日は湿度もすごいですし、発熱も結構してたと思うんですけど、そういう状況でも特にレンズ内が曇ってしまうようなことはありませんでした。ここ3台映ってますけど、どれもレンズ内が曇るということはありませんでしたね。今度は真ん中が Ace Pro 2ですね。一番左が GoPro Hero 13、右が Osmo Action 5 Pro ですけど、走ってる人がねいたんですよ。っていうか結構たくさん走ってて、なんかイベントだったんでしょうかね。ちょっと道を渡ってみますが、相変わらず雨がひどいです。どうでしょうか。日中結構どれも綺麗ですよね。はっきり言ってね、好みの問題かなっていう差ですよね。で私も触発されてちょっと走ってみましたカメラ3台を取り付けたマウントを持って片手で走ってるんですけど、ちょっと自撮りもしてみました。真っ黒いノースフェイスのカッパを着てるんですけど、色合いもね結構違いますよね。肌色の違いとかもね見ていただけるかなと思います。すべて設定はねオートです。ホワイトバランスもオートで撮っています。何も難しいことはしていません。手ブレ補正は標準です。で最後ちょっと泥水とかもいっぱいかかってるのでシャワーを浴びていますが、後ろの背景かなり明るい中で逆光っぽいんですけど、こんな感じの写りになります。さあいかがだったでしょうか。皆さん好みの映像は見つけていただけたでしょうか。先入観なしで映像を見ていただきましたが、当たっていましたか。いかがだったでしょうか。で最後これ Ace Pro 2のウィンドガードなんですけど、雨の中本当は外さないといけないんですけど、そのまま使ってしまったんで、水が入ってはいたんですけど、それでもそれなりに音はねちゃんと拾ってましたね。でも水に濡れるときは外すようにという指示なので外した方がいいと思います。ということで今回は昼間の映像の比較だったんですが、夜の映像の比較もまたいろいろ撮ってあるのでしてみたいと思います。今回のカメラの詳しい情報はまた概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方よくご覧になってください。
ということで今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。